はい、適当ソング。今日はカオスな状態なんですけど、これカーテンの竹詰めですね。でまず仕様を見ていきます。でまず、祭り縫いですね。これ三つ巻きして祭り縫い、ルイスミシンって言うんですけど、こういうもので、スーツの裾上げとか、スカートの裾上げをこういうのでやってて、でスカートカーテンもこれ使ってやってきます。で、平ミシンつって普通の直線のミシンあるんですけど、それよりも確実に速いと思います。なんでかっていうと、今回すごい幅広の三つ巻きになるんで、カーテンの場合その三つ巻きを、専用のカーテンだったらもっとアームの長い机もでっかいミシンでやったりするんですね。でそんなカーテンの専用のミシンなんてお直し屋さん絶対ないんで、この太幅で、ステッチする場合、これ8センチとか10センチとか結構そんぐらいが多いんですけど、そういうのを、太幅でステッチする自体結構、お直しの裾とかはこうやって細いからフリーハンドでもやりやすいんですけど、こういう太幅になってくるともう正直フリーハンドでまっすぐやってステッチするの難しいんで、祭り縫いでやった方が確実に早いです。専用のラッパとか持ってない限りは。はい、だから、僕的に祭り縫いで直した方が、チャコ印して、指でいい感じに巻きながら祭り縫いしていくって感じですね。でごまかしというか、祭り縫いなんで多少この幅が歪んでも表からはステッチが見えるので、少々故障って感じでできるのもあります。はい、じゃあそんな感じでやっていこうと思います。でここで注意したいのが、竹詰めるとき、お客さんにお伺いするとき、正直正確にこれ200センチぐらいって感じで決まったんですけど、裾から何センチ詰めるかをしっかり聞いといた方がいいですね。安易にこうやって竹200センチとか受けちゃうと、正確に測りづらい、こういうめちゃくちゃ長い身頃というかものは。だから何センチ竹詰めしてっていう感じでお伺いした方がトラブル防止につながりやすいです。はい、じゃあそんな感じで、詰めていきます。今回、47センチ詰めるんで、縫い代10欲しいんで2センチ8センチの三つ巻きでやろうと思います。なんで47.5 竹詰めするんで、37.5 裾からカットします。で縫い代は、10センチ2センチ8センチの三つ巻きします。言葉で言っててもちょっとごちゃごちゃするんで、とりあえず切っていきます。37.5 のところ裾から切っていきます。はい、印でチャコ 37.5 に印で10センチ2センチ 37.5 と10センチ2センチ、もうこれはどんぐらいだろうな、15センチ間隔ぐらいであった方がいいですね。本当こんだけ長距離になると、かなりやりづらいっていうのはあるんで、じゃないとその一発でやるんで、アイロンしないでやるから結構ずれる可能性があるんで、苦手な人はもうほんと10センチ間隔ぐらいで打った方が僕的にはいいと思います。でチャコはもう最悪消せるんで、印大いに越したことないかなと思います。これ地味な作業になるんで、ちょっとだるいなと思った方は早送りして縫うところから見るといいと思います。こういう透明の定規の方がこういう時はいいかもしれないですね。50センチ定規なんですけど、これ 37.5 はい、10か、10、印間違えましたね。
かなり地味な作業が続きます。本来多分カーテンとか上下送りミシンって言って上も書き込んでくれるミシンで多分やったりするんですよね。多分カーテン結構分厚いのが多いんでどうしても流されやすい傾向にあるんで、そういうのを使わないと、高速で工場とかだいたいやらなきゃいけないじゃないですか。そういう場合どうしてもこの普通の直線縫いミシンだと、やりづらいというか流されやすいとかあるから平ミシンではやるのかな。ちょっとカーテン縫製工場とか働いたことある人教えても欲しいですね。とりあえず動画で見た感じは特大の机とかテーブルが広いミシンでバーッといってた印象があるんで、そういう設備はお直し屋さんにないんで、やっぱお直し屋さんとかで直すってなると割高になるというか、でもカーテンって家に合わなかったら結局詰めなきゃいけないからね、難しいとこですよね。自分で直すのも意外とハードルが高いかもしれない。まっすぐ直すのが難しいかも。でも意外とみんな家帰ってあっちが勝ったって気づくんでしょうね。オーマイガー。はい。で地味な作業まだ続きます。結局この縫うまでが結構かかっちゃうんですね。これにアイロンでもし折りとか入れるってなったらそれこそ、時間かかったりするんで、この印付け以上にかかったりしますよね。だから、なんとも、普通の人からしたらこの直線の布を丈詰めるだけじゃんって思うかもしれないけど、意外と、でかけりゃでかいほどちょっと難しくなるんですよね。狭いお直し屋だとなおさらちょっと断られる可能性もありますね。はい、じゃあ印できました。じゃあ切ってきます。で下になんか別のもの置かんように、はい、この地味な作業ですが、
いけました。でミシンしてきます。で、こういう風に僕の場合裁断付けがあるんですけど、こういうテーブルとくっつけてやらないと身ごろカーテンが大きすぎるんで、落ちたりしてかなり効率悪くなっちゃうんで、それ使ったやった方がいいと思います。じゃあやっていきましょうか。はい、じゃあいきます。裏からなんで自分でタグって縫い始め見つけます。で印した、縫い代10センチを2センチと8センチの三つ折りになります。で縫い始めセットしたら、奥にで次の印した部分をこうセットして、でだいたい均等かなと思ったら縫い始める。はい、これを延々と繰り返す感じですね。で次の印合わせて地味な作業が続きます。印が見えないな。こうか。で見えたらで長い長距離のものは縫い流されたり、逆に入れ込みすぎてったりするんで、こう途中にハギがあると分かりやすいですね。ハギとハギ、こういう時にしっかりと合えば縫いずれてない。これ多少縫い流されちゃってますね。だからちょっと上を引き気味で最後に帳尻合わせたいと思います。長距離はやっぱ難しいんですよね、そういうの。
でちょっとミスっちゃったんで落ちちゃった。で途中から重ねます。しっかり縫えてる途中からまた縫いつなぎます。そんなこともあります。で縫い終わったんで糸を抜いてこう、5ミリぐらいちょっと逆に、飛び出てないからありっすね。これが吹き出ちゃうとブサイクなんですけど、でこれ端がこうほつれる可能性あるんでミシンでちょっとやります。このごついのを持ってでここら辺ですね。でここを踏んであげる。このようにちょっと見えるんですけど、こうやらんと、祭り縫いがほどける可能性があったりするんで、このようにで最初の縫い始めのところもそのようにします。でこの時に、どうせアイロンする時見るんですけど、縫えてない場所があるかチェックしときます。だいたい大丈夫そうですね。で最初もこういう風になっとるんで、適度に返しで登れないんで、でこのようにやって、ほつれ防止にします。であとはアイロンですね。裏からこういうのもカット。でカット。
んな感じで、表に、印残ってる残ってないとか、見てあげて、で大体大丈夫そうだなってなれば完了です。こんな感じでやれば普通のミシンよりは早く直せるかと思います。ご視聴ありがとうございました。